こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜は山の中で起きた不思議な昔話です。どうぞ最後までお聞きください。3枚のお札。昔、昔、山の近くに小さなお寺がありました。そこには和尚さんと小さな小僧が住んでいました。ある日、小僧は言いました。山へ行って栗を拾ってきてもいいですか？和尚さんは3枚のお札を渡しました。山で困ったらこのお札を1枚ずつ使いなさい。暗くなる前に帰ってくるのですよ。小僧は夢中で栗を拾いました。気がつくとあたりは暗くなっていました。小僧は帰り道がわからなくなりました。すると、古い家の明かりが見えました。中からおばあさんが出てきました。寒いでしょう。今夜はここで休みなさい。小僧は安心して家に入りました。でも夜中に目を覚ますと、おばあさんの姿が変わっていました。小僧ははっとしました。そのおばあさんは山に住むヤマンバだったのです。小僧は静かに逃げ出しました。すると、後ろから声がしました。
待ちなさい。ヤマンバは小僧を追いかけてきました。小僧は一枚目のお札を投げました。すると、広い川ができました。ヤマンバはなかなか川を渡れません。小僧は急いで走りました。でも、また声が聞こえます。待ちなさい。小僧は二枚目のお札を投げました。すると、高い山ができました。それでも、ヤマンバは諦めません。小僧は最後のお札を投げました。すると、大きな火が現れました。その間に、小僧はお寺へ帰りました。和尚さん、助けてください。和尚さんは小僧を後ろに隠しました。そこにヤマンバがやってきました。ヤマンバは言いました。その小僧を渡しなさい。和尚さんは言いました。あなたは本当に強いのですね。ヤマンバは得意そうに笑いました。もちろんだよ。和尚さんは言いました。それなら小さな豆になれますか？ヤマンバはまた笑いました。そして小さな豆になりました。その時、和尚さんは
豆をパクリと食べました。小僧は深く頭を下げました。約束を守らず、遅くまで山にいました。和尚さんは優しく言いました。怖い思いをしたなら、そこから学べばいいのです。小僧はうなずきました。そして、それからは約束を大切にしました。おしまい。今回は日本の昔話3枚のお札をお届けしました。川のお札、山のお札、火のお札。皆さんはどのお札が一番印象に残りましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。それではおやすみなさい。いい夢を。